今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から2個目の宿場、川崎宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。川崎宿があったのは、神奈川県川崎市。赤丸のあたりに川崎宿があった。地図の上方向が東海道の日本橋方面だから、川を渡ってすぐのところに川崎宿があるのがわかると思う。その川を渡るための6号の私を見てから、川崎宿に入ろうと思う。というわけで、やってきたのは京急本線の6号土手駅。ここから歩いて川崎宿を見ていこうと思う。品川宿から電車で来るなら、青物横丁駅から普通電車に乗って9駅目。6号の私を見ないなら、次の京急川崎駅が川崎宿に近い。6号の私に行くには、6号土手駅を出て右に進む。6号の私は、今の東京都と神奈川県の間を流れる多摩川を渡るための手段。橋が架けられてた時もあったけど、200年近く私船で渡ってたらしい。今は川を渡るなら橋が当たり前ですが、昔は船で渡ったりもしてたんですね。東海道の川を越える場所で橋がなかったところはいくつかあって、場所によってその理由は違ってた。単に橋を架けることが難しかったところもあれば、あえて橋を架けなかったところもある。徳川家康が天下統一して江戸幕府を開いたとはいえ、各大名が反旗を翻す可能性もあった。大きな川は、防衛にとって利点があったから、防衛のためにあえて橋を架けなかったところもあるらしい。6号の私も、防衛のためだったんですか？ 6号の私は、さっきも言ったように、橋がかかってた時もあった。慶長5年、1600年、多摩川に6号大橋が架けられた。何度か架け直されたけど、上京5年、1688年の大洪水で流されて、幕府は橋を架けるのを諦めたということみたい。橋の架け直しは、慶長18年、1613年、寛永20年、1643年、寛文2年、1662年、天羅元年、1681年、上京元年、1684年、上京元年、1684年に架けられた橋が、江戸時代最後の橋になった。その4年後に大洪水で流されてしまったんですね。その次に橋が架けられたのは、明治7年、1874年、186年もの間、橋が架けられてなかったことになる。6号土手って交差点を右に曲がると、6号の私があった場所に行ける。明治7年、1874年に架けられたのは早苗橋。この橋は、八幡塚村の、名主である、鈴木早苗が私費で架けたもので、渡るには通行料が必要だった。ちなみに、名主は江戸時代に村の行政を行った村役人のことで、東国では名主、西国では庄屋と呼んでたらしい。その早苗橋も、明治11年、1878年の洪水で流されてしまった。その後、橋がない状態がしばらく続いた。地元の人々が6号架橋組合を作って、明治16年、1883年に有料の6号橋を架けた。明治33年、1900年、その橋を京浜電気鉄道、京浜急行電鉄が買収。明治39年、1906年に国に譲渡されたけど、明治43年、1910年に流されてしまった。大正14年、1925年に、新たな6号橋が架けられた。その後、橋の拡幅のために橋の架け替えが行われた。昭和59年、1984年に新しい6号橋の一部が開通。昭和62年、1987年に新しい6号橋が完成し、平成9年、1997年に拡幅工事が完了し、現在の6号橋になった。この6号橋を渡ると、神奈川県川崎市に入る。正確な位置はわからないけど、6号の私はこの辺にあったと思う。6号の私はだいたい赤丸のあたり。橋を渡った先に、日が立ってる。これだけ橋が流されたら、橋を架けるのを諦めるのもわかりますね。慶長5年、1600年に架けられた橋の名前が6号大橋なのは、かつて、多摩川の下流域が6号川と呼ばれてたからみたい。6号川と呼ばれてた理由かはわからないけど、新編武蔵不土紀行には、多摩川の岸沿いの、八幡塚、高畑、古川、町屋、道塚、雑式の6村が、昔は6号村という一つの村という言い伝えがあるって書いてあるらしい。読み方が間違ってたらすみません。
その村があったのが、今いる大田区の6号地区。6号村の近くを流れてるから、6号側になった感じがしますね。真相は不明。知ってる人がいたら、コメントで教えてください。今は渡し船がないから、6号橋を歩いて多摩川を渡る。この6号橋は、国道15号線。この道が旧東海道。江戸時代の人たちが川を渡ってた場所の上を通ってるってことになるのかな。そう考えると、少し不思議な感じがしますね。今は広い河川敷があるけど、昔はどうなってたんだろうね。6号橋の上流側には、京急本線と JR 線の橋がかかってる。今通ってる電車は、東海道本線かな？電車に詳しくないから、間違ってるかもしれないけど、川崎宿ができたのは、元和9年、1623年。宿駅天満制が敷かれてから20年後のこと。宿駅は街道沿いの集落で、旅人を止めたり、荷物を運ぶための人や馬を集めておいたりした宿場のこと。天満は品川宿の動画でも説明してましたね。天満は、幕府の公用のために宿駅で乗り継ぐ馬のこと。品川宿から川崎宿までは2里半で、9.8km あるらしい。川崎宿ができるまでは、品川宿の次が神奈川宿で、その間の距離は5里、約 20km もあった。当時の人は1日で約 40km くらい歩いたらしいから、宿場間が約半日の距離だったことになる。宿場の負担も大きかったから、中間の川崎に宿場を作ることになったらしい。そんな経緯があったんですね。でも、川崎宿ができたから問題解決、とはいかなかったみたい。天満を務める農民の負担が大きかったり、問屋場が破産に追い込まれたりしたらしい。問屋場は、馬や人を用意したりするところだから、そのための負担が大きすぎたってことだと思う。そして、寛永9年、1632年に、宿役人が川崎宿の廃止を幕府に訴えるまでになった。東海道53次の宿場に川崎宿があることからわかるように、その訴えは聞き入れられず、宿場は継続することになった。幕府は問屋場などへ支援を行ったりしたけど、天満の負担引き上げ、地震、富士山噴火とかで、財政は苦しかった。この窮地を救ったのが、田中久具。詳しいことは、本陣後のところで説明しようと思う。本陣と関係ある人ということですか？そういうことだね。川崎宿ができた当時は、大名が泊まる本陣がなかった。寛永5年、1628年、総州玉名は、現在の鎌倉市の大名、松平正綱が江戸へ向かう途中、悪天候のため川崎宿に泊まろうとした。総州は相模の国の別称で、現在の横浜市と川崎市を除く神奈川県。川崎宿は宿泊施設が整ってなかったから、松平正綱はやむなく妙音寺に泊まったらしい。松平正綱は川崎宿の不備を幕府に進言した。その結果、幕府が100両の助成金を出して、翌年の寛永5年、1628年に、旗52軒と、田中家の仮本陣ができた。正式な本陣になったのは、寛永11年、1634年。その後、他にも本陣ができて、川崎宿には3軒の本陣があった。そのうちの1軒は、江戸後期には廃業してたと考えられてるらしい。脇本陣はなかったみたい。多摩川を渡って、神奈川県川崎市に入る。この6号の私から見に来たということは、川を渡ってすぐ川崎宿なんですか？川崎宿の江戸川の入り口の、江戸方見附はもう少し行ったところらしい。それにしても、長い橋でしたね。江戸時代最後の6号大橋の長さは111軒、202メートル、幅は4軒2尺、約8メートルだった。明治になって鈴木早苗が架けた早苗橋は、長さが60軒、109メートル、幅が3軒、5.5メートル。現在の6号橋の長さは約443メートル、幅は約34メートル。なぜ長さが違うんですか？その理由はわからない。川幅が変わったのか、架ける場所が違ったのか。6号橋を渡り切った。昔はこんな感じの船で渡ってたのかな？観光用に、当時と同じような船で今も6号の私があったら乗ってみたいですね。イベントとかであったら、面白そうだね。6号の私に関係したようなものがあるけど、この辺に6号の私の解説とかはないみたい。あるのは、明治天皇6号豊碑。読み方を調べたら、関東地方整備局横浜国道事務所のサイトに、明治天皇豊碑って書いてあった。この碑の下手の土手下に、当時の船着き場があったと推定されてるらしい。6号の私を見たから、川崎宿に向かおう。宿場巡りなのに、宿場に入るまでにかなり時間がかかりましたね。
多摩川を渡るのに時間がかかったからね。6号の私から少し行ったら、川崎宿の江戸型見つけ、場所を示すものが見当たらなくて、正確な位置はわからないけど、だいたいこの辺りが江戸型見つけだったみたい。旧東海道がわかりやすくなってるのがいいですね。一応調べてから来てるけど、こういうのがあると助かるよね。矢印の通りに進んで、旧東海道は国道15号線の下を通る。川崎宿の入り口が折れ曲がってるのは、見つけが軍事施設だったことと関係してるのかもしれないね。国道15号線の下を通り抜けると、右側に万年屋跡の解説がある。場所は地図の赤丸のところ、6号の私からすぐなのがわかると思う。万年屋は、奈良茶飯が評判で、宿場一の茶屋になったらしい。奈良茶飯は、少量の米にいった大豆や小豆、焼いた栗とかを入れて、塩や醤油で味付けした、煎茶やほうじ茶で炊き込んだご飯のこと。その名の通り、奈良県の郷土料理。もともとは奈良の興福寺や東大寺などの僧帽で、当時としては貴重な茶を用いて食べてたのが始まりらしい。どうやって川崎に伝わったかは不明みたい。東海道中膝栗毛で、矢地さん北さんが奈良茶飯を食べたことで、全国的にその名が知られるようになったらしい。万年屋が廃業して、川崎の奈良茶飯は途絶えてしまった。でも、平成13年、2001年、文献を元に再現。今では現代風にアレンジした奈良茶飯風おこわが作られて、川崎の新しい名物として注目されてるみたい。ちなみに、後から知ったんだけど、万年屋の解説があった場所は、万年屋があった場所じゃないらしい。そうなんですか？万年屋があったのは、多分赤丸のあたり。解説板のところにあったと思い込んだのが失敗だった。旧東海道の矢印があった交差点の左奥あたりだと思う。普通に通り過ぎたところですね。ちなみに、その辺から川崎大師に行く大師道が始まってる。万年屋の解説板の近くにある横断歩道を渡ると、旧東海道って書いてある石碑がある。ここから京都方面に向かいながら、川崎宿を見ていく。川崎宿は、川崎大師への大師道の起点にもなってたから、参拝する人たちが立ち寄る大きな茶屋がいくつかあった。会津屋とか、新田屋が有名だったみたい。ちょっと調べた感じだと、万年屋の解説板のあたりに、新田屋があったように思える。それが正しいとしたら、残念な感じですね。そうだよね。川崎宿には、東海道川崎宿史跡巡りって地図がある。この地図を見て、いろいろ見て回るのもいいかもしれない。ただ、スーパーの横にあるから、ゆっくり見てると邪魔になるって問題も。写真に撮って、邪魔にならない場所で見るのが良さそうですね。そうだね。観光客は、地元の人の生活の場にお邪魔することになるから、地元の人に迷惑をかけないように気をつけないとね。次に行くのは新宿という街という解説があるところ。川崎宿町歩きガイドマップにはないから、これだけを頼りに行くと通り過ぎるかもしれない。川崎宿は、新宿、伊佐子から始まって、久根崎、小トロを加えた4つの村で構成されてた。この解説によると、後から中心部を新宿と呼んだのか、宿場ができる時に新宿になったのか、わからないみたいだね。どちらにしても、この辺が新宿だった。東京都新宿区の名前の由来も、新しい宿である内藤新宿だから、地名として新宿は他にもあったのかもしれないね。本宿、元宿という地名も、宿場と関係してたりするんでしょうか？そうなのかもしれないね。新町は新しい町だろうし、富士見は富士山が見えたんだろうね。そして、この交差点は本町。なんとなく、町の中心という印象がある名前だよね。新宿という町という解説があるところの交差点だから、新しくできた宿の中心という意味があったのかもしれませんね。次に行くのは、田中本陣跡。田中本陣は、6号の私のところでちょっと話した田中久具と関係してる。田中本陣は、さっき話した松平正綱の進言によってできた本陣。川崎宿で一番古い本陣でもある。川崎宿に3軒あった本陣の中で、一番江戸寄りにあったから、下の本陣って呼ばれてたらしい。寛永元年、1704年に、42歳で田中本陣の運営を継いだのが田中久具。川崎宿は、天満の負担とかで、宿場の廃止を訴えるくらい困窮してた。問屋、名主、本陣の当主を一心に兼ねた田中久具が、
幕府に働きかけを行った。6号の私の権益を川崎宿のものにして、さらに救済金も取り付けた。田中久具の活躍によって、川崎宿が再建された。田中久具がいなかったら、川崎宿は悲惨なことになってたかもしれませんね。パラレルワールド的に、田中久具がいない世界線を見てみたいね。そんな田中久具は、子供の頃から神童と呼ばれてたらしい。田中久具は、寛文2年、1662年に、武蔵野国多摩郡平沢村、現在の東京都あきる野市平沢で生まれた。絹物商を兼業する名主農家の、久保島八郎左衛門重冬の、次男だった。父親の名前の読みがこれで合ってるかは不明。兄と共に、八王子の大善寺で学び、絹商人になった。その後、武蔵野国立花郡小向村、現在の神奈川県川崎市の、田中源左衛門家で暮らすようになった。そして、田中本陣の田中兵庫の養子になり、家督を相続した。養子になったのは、田中兵庫に才能を見込まれたからみたい。その才能を発揮して、川崎宿を立て直したということですね。そういうことだね。田中久具の活躍はそれだけじゃなくて、享保8年、1723年に、幕府の治水事業に関わるようになる。多摩川の治水事業、に下流用水の改修、佐川川の改修などに関わった。享保14年、1729年7月に、代官に取り立てられて、3万石の地の支配を任された。でも、その年の12月22日に、68年の生涯を閉じた。すごく優秀な人だったんですね。田中久具のおかげで再建できた川崎宿だけど、法暦11年、1761年の大火で、小瀞から6号の渡し場までほぼ全焼。その後、どうやって復興したかとかの情報は見つけられなかった。次は、助郷会所跡。助郷とは、宿場の保護、人足や馬の補充の目的で、宿場周辺の村落に貸した部役のこと。それによって徴用された人馬が集められたのが、助郷会所。部役は、農民とかに貸した労働階級のこと。部役の対象となった村を助郷村と呼んだ。その助郷村も川崎宿維持のために、負担を強いられてたらしい。助郷会所跡から少し行ったところに、東海道川崎宿交流館がある。この川崎宿町歩きガイドマップは、川崎宿交流館でもらってきたもの。川崎宿に関する展示があったり、休憩場所があったりするから、川崎宿を巡るときに立ち寄ってみるといいと思う。次は、問屋場跡。この辺には中野本陣と考察場もあった。問屋場跡は、伊佐子一丁目交差点のところにある。問屋場があったのは道の反対側だから、渡ってみる。川崎宿では、約30人の問屋役人が昼夜交代で勤務してたらしい。役所と郵便局と物流センターを合わせた機能があったみたいだから、その職務は繁忙を極めたっていうのも納得。そして、問屋場の向かい、矢印があった近くに、中野本陣跡がある。3軒あった本陣の真ん中に位置するから、中野本陣と呼ばれてた。正式には、宗兵衛本陣。江戸後期の共和年間、1801年から1804年には、廃業してたと考えられてる。案内板とかは見つけられなかったけど、掟とかを掲げる考察場はこの近くにあった。中野本陣跡の横にある地図には、もう一つの問屋場があった。事前に調べた時は見つからなかった。だいたい宗三寺の向かいあたりみたい。通り過ぎてしまってるから、戻ろうと思う。多分、この辺にもう一つの問屋場があったと思う。戻ったけど何もないから、先に進む。ここは旧東海道と市役所通りの交差点。右に行くと JR 川崎駅。次は3軒目の本陣、佐藤本陣跡。佐藤本陣跡は、川崎信用金庫本店の向かいにある、ビルのガラスに内側から解説が貼ってあって、見落としやすいから注意が必要。佐藤本陣は、川崎宿の中で一番京都側、上方にあったから、上の本陣とも呼ばれてた。総左衛門本陣とも呼ばれてたみたい。佐藤本陣は、14代将軍徳川家茂が、京都に向かう時に宿泊したと言われてる。将軍が宿泊したということは、佐藤本陣が格上だったということですか？そんな気がするけど、それについては情報を見つけられなかった。
徳川家持の時代には、中野本陣はなかったから、田中本陣じゃなくて、佐藤本陣を選んだってことだよね。田中本陣の方が歴史が古いから、ちょっと不思議な気はする。何か知ってる人がいたら、コメントで教えてくれると助かります。次は、小泥橋碑。旧東海道を歩いてると、小泥橋って交差点を通る。でも、橋はない。実は、かつてこの辺には小泥橋という橋がかかってた。小泥橋じゃなくて、小泥橋とも呼ばれてたみたい。その橋の親柱が残されてる。親柱は、橋の両端にある欄干よりも高い柱のこと。川とか橋の名前が書いてあったりする。この写真に写ってるのが小泥橋。この写真が撮られたのが昭和6年、1931年で、そのすぐ後に、埋められてしまった。慶安3年、1650年、幕府直営で、新たな排水路、新川堀用水が作られた。その用水路に架けられた橋が、小泥橋。最初の小泥橋は木の橋だったけど、享保11年、1726年に田中久宮が石橋に架け替えた。ここでも田中久宮が活躍したんですね。その3年後、ベトナムから幕府に献上された像が渡った。その後、洪水で大破したこともあったけど、190年もの間、人々の往来に役立ってきた。昭和5年、1930年、輸送路の機能の拡充と大恐慌による失業者対策で、新川堀の暗渠化と、道路拡幅が決まった。昭和6年、1931年12月に工事が始まり、小泥橋は新川堀とともに、地中に埋められてしまった。親柱は埋められず、民家に引き取られた。昭和59年、1984年、親柱は今の場所に置かれることになった。昭和60年、1985年7月、小泥橋交差点が陥没し、小泥橋の一部と思われる石柱などが発見された。小泥橋以降は、稲毛神社の境内に置いてあるらしい。最後は、川崎宿の上方見附。川崎宿の京都側の出入り口。川崎宿の上方見附は、川崎宿京入り口って電柱に書いてあるだけ。よく見てないと、通り過ぎてしまいそうですね。以前はここが駐車場で、解説板があったみたいだけど、ビルが建ってからは、これだけになったんだと思う。すごくわかりにくい場所で、交差点名とか、変わりにくい目印が見当たらなかった。お店とか会社とかは、変わったりしますからね。令和6年、2024年5月時点では、1階にマイバスケット、2階にエニタイムフィットネスが入ってるビルのところ、小川鳥獣って住所を手がかりにするといいかもしれない。川崎宿の上方見附まで来たから、次の宿場を目指そう。川崎宿の次は、神奈川宿。旧東海道を京都方面へ、徒歩で約10分のところにある京急本線の八丁縄手駅に向かう。次の神奈川宿には、復元された考察場があるから、考察場がどんな感じだったのかがやっとわかる。松尾芭蕉の区碑を過ぎたら、八丁縄手駅。松尾芭蕉が何者だったのかって話もあるけど、東海道53次の宿場巡りとは関係ないからやめとく。奥の細道をたどるのも面白そうですね。調べてみたら、奥の細道の全行程マップが出てきました。旧東海道をたどるよりも、道はわかりやすかったりするかな。その可能性はありそうですね。八丁縄手駅が見えてきました。旧東海道は、駅の手前の踏切を渡ってくみたい。電車で次の神奈川宿に行くなら、京急本線の八丁縄手駅から乗って、神奈川新町駅で下車。というわけで、今回の東海道53次の宿場巡り、川崎宿はこれで終わり。次の神奈川宿の動画も見てくれたら嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。